So today I'm going to meet up with a very exciting person. So I'm at the restaurant called Lasera, and I actually have made a video of this restaurant, I don't know, maybe like 1 or 2 years ago with Norm, so you can check that out up here. I'm gonna put the link up here and down there. But I happened to meet up with a friend from high school, and she has a very interesting story that I never have experienced in my life. So let's hear out.そうそう、大学卒業してからね。大学が愛大？愛大、そうそう、愛大教育学部出て、で、4月から研修があるの。なんか2ヶ月ぐらい研修があって、日本国内で。で、福島の二本松っていうところで2ヶ月研修受けて、で、そこから、まあちょっと帰って準備して、で、6月にザンビア。でさ、どこに行ったんだっけ？うち、国はザンビア。アフリカのザンビアに何年か？2年か。で、どんなことする？うちはね、なんか職種がいろいろあるんやけど、うちは青少年活動っていう職種で、小学校の先生、教員免許持ってるっていうことで、そういう学校に行って小学校の先生をしました。ザンビアはね、なんかでもザ・アフリカみたいな感じなんやけど、でも思ったよりすごい発展してる。松山ぐらい。あ、そうなんや。それちょっと言い過ぎかもしれんけど、それちょっと言い過ぎやね、ごめん。でもなんかショッピングモールとかも結構あるんよ。都内やったら、首都やったら6つぐらいあるんで、ショッピングモールが。だけど全然生活には不便ないぐらいのところで、なんか大きさ的には日本の2倍あって、人口は7分の1ぐらい。国は一応希望が出せるんよ。なんかいっぱいある要件の中から第3志望まで出せて、この国のこの案件みたいなのが出せるんやけど、うちザンビアっていう国なんか全然知らんけん、最初出しとったんが、マレーシアとセネガルとエジプトに出しとったんやけど、それは全部ダメやって。そういうこともあるよね。そうザンビアどうやねんってなって、インドネシアには行ったことがあって、インドネシアだけで、なんかもうとにかく協力隊になりたいっていう頭しかなかったけん、だけどなんかもう留学もちょっとしたいなと思ってたけど、なんかお金もないし時間もないしとかって思って、卒業したからもう協力隊みたいな、総合的な学習の時間ってあって、その時になんか世界のことを調べる日みたいなのがあって、で8秒に1人なんか世界では子供が亡くなってるみたいなのがあって、でそこからちょっとなんかできんかなみたいなので調べたら協力隊っていうのが出てきて、でちょっと興味はあったんですずっと。でも結局協力隊行こうと思ったのは高校の時、なんかボランティアガイロンみたいなの授業を取っとって、でそこで協力隊の人が来てくれて、その人はなんか中米かのベリーズっていう国のに行った人やったけど、その話聞いてやっぱりいいなと思ってて、で大学行く時にじゃあ日本語教師として行きたいなと思ってたけ、その日本語の先生として免許みたいなのが取れるところに行って、でそこからもうそのまま協力隊に行きます。予想と違ったのは、さっき言ったみたいになんか生活必需品がもう全部揃うみたいな、みんな携帯持っとるよね。そうなのよ。スマホとか持っとる人もいるし、そうやけんね。テレビとかも結構普及してて、まあ、もちろんないとこにはないけど、だけどなんか思ったより電子機器とかそういうなんかなんやろ、そういう流通があるし、日本よりすごい海外には開けてるなっていうのがあって、だけどそこが意外で、
で中国人とかもいっぱいおるし、子供の笑顔が可愛いなっていうのは、そうそう、なんかこう子供は可愛くあってほしいと思っとったけん、それはもう予想通りもう可愛くて、養成内容的にはパソコンを教えてあげてみたいな感じで、リテラシーと算数や読み書き計算と、あとパソコンとか図書館を教えてあげてって言われとったんやけど、まあ、行ってみたらパソコンなんかも2台ぐらいしかないので使えるのがそれでどう教えようかなとか、うちね6回ぐらい引っ越ししたんよね結局。なんかいろいろ問題があって、まあそのもともと入る予定やったところに人がまだ住んどって、なかなかもう出ていかんけんなんか他のところに住んだりとか、あとなんか窓割られたりとか、あと盗難とかもねやっぱりあって、その窓割られた時は怖かったね。夜に寝よる時に窓割られて、自分の寝室のでなんかわかなみたいな呼ばれて、そうなんかずっと寝よって気づかんかったよ、窓割られたのもうずっと寝よってんやけど、なんかもうわからんって声がするけん、パって窓の方見たらなんか手がこうやってバーって何これと思って、なんかもう、カーテン動くはずのないカーテンがピラピラしおるけん、何と思ってめっちゃ怖かった。もう寝たふりずっとしよって、でその人がおらんなったと思ってから電気つけて確認したら窓割られとって、でもなんかバーグラーバーっていう窓の枠なんか入れんようにしとるやつがあったけん入ってこんかったんやけど、なんかそれでもうすぐ JICA の担当の人に連絡して、でなんか隣の家の人がまた隊員さん仲間やったんよ。やけんその人のところにちょっとかくまってもらって朝は待ちそうハプニングがあっても、まあ、何でもネタになるなっていうのを思った。一応協力隊として行くにあたって、その JICA の日本の政府がちゃんと安全面とかをクリアしとるところじゃないといかせんけん、そうやけん本当にあんまりそういう被害に遭う人は少ないんやけど、まあでもね、まあありますよね、やっぱ目立つメリットは、まあ自分自身のことにはなるけど、なんかやっぱ価値観が変わったなと思う。なんかその行く前は助けてあげたいみたいなそんな気持ちやったけど、なんか行ってみるとなんか助けられることばっかりやし、やっぱ言語の面とか文化の面とかはもう私が行っても本当にあっちの人の方がよくできるけん、まあ、現地語と英語で会話するんやけど、現地語なんかもう行って数日勉強しただけやけんさ、そんなんもう全然使えんけんさ、そういう言語の面ではいっぱい教えてもらったり、ザンビアの料理とか文化教えてもらったりとかして、なんかみんな先生なんやなってすごい思った。子供たちも教え合える、そう教え合えるけん、なんか私が行って教えることすごい少ないなと思って、そうっていうなんかみんなが先生って思えるようになったことと、あとまあ行ってみると日本人もいっぱいおるんでね、同じ同期でも15人ぐらいおって、でザンビアにおる協力隊の人80人ぐらいおって、でその人たちがなんかいろんな経歴持っとる人がおるけん、なんかもともと海上自衛隊やったとか、板前しよったとか、なんかプロボクサーしよったとか、キックボクサーとかいう人がたくさんおったけん、まあ、そういう人の話とか聞いてると面白いし、まあ、同じザンビアにおる日本人でもなんか一つのことがあった時になんか考え方が全然違うんで、だけどそういうのがすごい面白くて、ちょっと自分が思っとった捉え方よりこうちょっと広く捉えることができるようになったなと思います。So, what did you guys think? I always knew about this organization, JICA, Japan International Cooperation Agency, since I was little. Because I think this is like a government-related organization. So as a Japanese citizen, we all learn about JICA when we were in elementary school. And that's how Wakara decided to join JICA. But I never thought joining JICA would have similar impact to studying abroad. Because when you are studying abroad,
you are going to other country to study new language, new culture, meeting new people. But when you think of joining JICA, you know that you are going abroad to help people. And that sounds 100 times more difficult than just go to other country and go to school and stuff like that. But after meeting Wakana, I thought these two things are kind of similar. Because like Wakana also thought that she was going to help people in Zambia, but she didn't know the language there, she didn't know the culture there, she didn't know how to go shopping, she didn't know how to live. So basically, yes, she was teaching at school, but they were also helping her to settle down and make her life better. So in the end, studying abroad, learning new language, learning new culture, and joining JICA or similar organization to go abroad and help others. In the big picture, these two things are pretty much the same. So what I want to say is that joining JICA is a little difficult compared to studying abroad because you have to have certain degrees or certain license, or you have to be at certain age, and by the time you're like 20, 23, 24, you already have a job, or once you start job, you can't just quit and like leave the country for 2-3 years and come back. It's not that easy to do. So yes, you need to have like a little bit of a push to join and actually do this. But other than that, I felt like we are making things 10 times harder for joining JICA than actually it is, just because we are aware of we will be helping others in other countries. But as Wakana mentioned in the video, it's not. You're gonna be helped by the people who live there, and yeah, in exchange, you are offering some help. So basically, we are offering help for each other, and that's what we do every single day, no matter where we live, right? So I just wanted to say that knowing something that you have never experienced from other people, see things differently. So I always welcome these kind of opportunity to know something new. So thank you so much, Wakana, for sharing your story. And if you have joined similar organizations, please share your experience down in the comments. That's all for today. But from tomorrow, I'm gonna go to Tokyo for a couple days, and I'm going to Hokkaido for the first time in my life. So I'm gonna keep you posted on Twitter. Bye!